皆さんこんにちは。今回はですね、僕が持っている Apple Watch のバンドについて紹介したいと思います。去年ですね、何本かバンドを買っていて、それぞれ過去に動画にしていました。今回に関してはですね、それぞれのバンドを長期で使った上での感想だったりとか、またぶっちゃけこんなに持ってて使ってるのとか、そういったバンドの使用状況も含めて改めてですね、使っているバンドの紹介をまとめてしたいなと思ってこの動画を撮っています。正直ですね、1本気に入ったバンドがあれば追加でバンドを購入しようとは思わないかもしれないんですが、軽い雑談だと思って気軽に見ていただければと思います。この動画を見てですね、興味のあるバンドが出てきたら嬉しいなと思っています。それでは行ってみましょう。はい、ではまず最初に使っている本体について簡単に紹介しておこうと思います。僕が使っているのは Apple Watch SE 第1世代の 40mm モデルですね。素材はアルミニウムのスペースグレーになっています。去年 Apple Watch シリーズ8が発表された時に買い替えようか迷ったんですが、 SE で機能的には問題ないというところと、実際愛着も湧いているというのもあってまだ買い替えてはいない状態です。では早速バンドの紹介をしていきたいと思います。まずはですね、このスポーツバンドですね。カラーはミッドナイトで、これは Apple Watch の本体を購入した時に付属してきたものですね。これは見た目も使い勝手も王道という感じで、特に弱点が見当たらないバンドです。濡れても大丈夫ですし、メンテナンスも湿らせた布でさっと拭くだけでいいのはすごく楽です。カラーに関しては落ち着いているので悪目立ちしなくて良いですね。ちなみに劣化の面でいうと、使っているうちに若干バンドが伸びてきます。ただこのバンドは留める穴、ここですね、ここが細かく設定されているので、伸びたとしても腕周りにぴったり沿うようなサイズに調整することは可能だなと思ってます。でですね、このバンドの使用状況としては、購入後はよく使っていたというのが結論になります。どういうことかというと、よく使っていた頃に関しては欠点らしい欠点が見当たらないバンドなので、これ以外のバンド試す必要なくないと思ってました。なんですが、しばらく経ってからふと試しに他のバンドでも試すかと思って他のバンドを買ってみたんですよね。そしたら思いのほかバンドを交換することにはまってしまって、そのうち他のバンドも使うようになっていって、今ではほぼ使わなくなってしまったという感じです。この動画を作るにあたって久しぶりにこのバンドをつけてみたんですが、ミッドナイトのカラーはやっぱりかっこいいですし、使いやすいしで改めていいなと思いました。他の人と被りやすいバンドっていうのはあるんですけれども、ふと戻ってきたくなるバンドという印象です。はい、スポーツバンドについてはもう1本持っていてですね、こちらは非純正のバンドになります。カラーはスターライトで、値段は Amazon で800円くらいでした。純正の見た目の違いでいうと、この留め具の部分くらいですね、純正と違って一つ輪っかが増えているような形になります。でこれ純正よりはるかに安いんですが、質感はそこまで純正と変わらないかなというのが正直なところです。あるとしたら留め具の部分、先ほど話したこの輪っかの部分ですね、ここが切れて壊れちゃうかもっていう可能性くらいで、安いからといって伸びやすいとかもないと思います。安心感のある質感を求めたいという方であれば純正のスポーツバンドがいいとは思うんですけれども、おそらくですね、ほとんどの方はこちらのバンドでも特に不満なく使えるんじゃないかなと思います。で、このバンドの使用状況としては、これは正直ですね、全然使ってないです。先ほど話した通り、バンドとして致命的な欠点があるわけではないんですよ。じゃあなんで使ってないのっていう理由のところなんですが、理由としては他により気に入っているバンドがあるっていうところと、あとはバンドのカラーが他のバンドのものの方が気に入っているかなっていう状況だからですね。カラーに関して具体的に言うと、このスターライトのカラー自体はすごく気に入ってるんですが、本体のこのスペースグレーとの相性が個人的には思っていたイメージと違ったかなっていうのがあります。カラーの組み合わせについては購入時にちょっと迷ってはいたんですけれども、安いしスターライトのバンドがやっぱり欲しいなと思ったんで買ったんですよね。次にもし Apple Watch を買うならシルバーかスターライトあたりになるかなと思っているので、その時にこのバンドについては思いっきり活躍してもらおうと思ってます。はい、続いてはですね、こちらのレザーバンドについて紹介したいと思います。これはエポナスというブランドのバンドで、カラーはブラック、値段は購入時は2万円くらいでした。これかなり高いバンドなんですが、その価値はある質感の高さのバンドになってます。この質感の高さは実際に触れてみないとわからないと思うので、確か東京と大阪に実店舗があるので、もし行ける方はそちらで実際に触ってみるといいのかなと思ってます。でこのバンドの特徴の話に戻るんですけれども、こんな感じでですね、 D バックルというものが使われてます。なのでレザーが劣化しにくいというのはあります。普
普通だとこんな感じで使っているうちにバックルに当たる部分がよれてきてしまいます。本革のバンドであればそれも味ではあるんですけれども、レザーの劣化が気になる方もいるんじゃないかなと思ってます。そういう方にはこちらのバンドをすごくお勧めしたいです。またですね、このバックルの部分と、あとは本体をつなぐこの部品のですねカラー、これは選べるようになってます。なので僕の場合はシルバー選んだんですけれども、他の色も選ぶことができるので、本体とマッチしたカラーを選びやすいっていうのがあるのもすごくいい特徴だなと思ってます。つけてみるとこんな感じです。使っているとレザーが馴染んでくるのでつけ心地が悪いわけではないんですが、やはりスポーツバンドなどのシリコン製のバンドと比べると疲れやすいです。疲れやすいってどういうことっていうところなんですが、ステンレスのバックルによる重さとレザーが硬いというのもあるので、肌に当たる部分というのが長時間使っているとだんだん気になってくるのかなっていうのが、原因になっているような気がします。ただですね、このバンドの穴の位置ですね、こういった位置が自分の腕にぴったり合う方であればそんなに疲れることはないのかなと思います。自分の場合はですね、ぴったり装着できるかというとちょっと緩くなるかきつすぎるかっていう形になってしまうので、そういったところで疲れ感じているのかなというふうに思います。で、僕が実際どのくらいこのバンドを使っているのかっていう話なんですけれども、これはですね、持っているバンドの中でだいたい3番目くらいに使っているバンドかなと思います。先ほど話したように疲れやすいという印象があったとしても、やっぱりこのバンドが醸し出す高級感って他のバンドには絶対出せないものなので、毎日使うということはないんですけれども、たまにですね、気分変えたい、高級感を出したいという時につけたくなるバンドっていう感じになってますね。使用頻度でいうと装着感が快適なバンドというのが現状は上位に来てるかなと思っているので、このレザーバンドは3番目くらいにはなってしまってるんですが、見た目に関しては一番好きです。またですね、質感の良さもかなり気に入ってます。じゃあこのバンド他人におすすめできますかって言われたら、はっきりおすすめできるバンドと言えます。仕事上ですね、カジュアルな時計を避けたいという方であったりとか、失敗せずに満足できる質の良いバンドが欲しい方という方がマッチする、そんなバンドになっていると思います。続いてですね、ミラネーゼループ、こちらですね、こちらの紹介をしたいと思います。これは Amazon で購入したもので、価格はだいたい1200円くらいでした。現在ですね、純正のミラネーゼループは 14,800 円で販売されていますが、純正を躊躇なく購入するのは難しいですよね。このバンドは純正と比較してかなり安いですし、 Amazon とかのセール価格でもう少し安くなることもあるので、気軽に試せるバンドになっているのがいいです。で、このミラネーゼループというのは金属製のバンドになるので、Apple Watch がより時計らしい見た目になりますし、汗が染み込むとかもないので気軽に使えるのがメリットだと思います。このバンドの気になるところとしては、こういったこの黒、全体の塗装にはなるんですけれども、この塗装がですね、剥がれやすそうというところと、購入時にですね、このバックルといいますか、磁石の部分ですね、この部品に傷がちょっとカメラだと分かりにくいんですけれども、結構がっつりとついていたというところになります。ただ、バックル部分の傷というところなので、個人的には目立たないので気になってはないです。またその他の部分については傷もなくて、実際このバンドも故障なく使えているので、個人的には好印象のバンドかなと思ってます。ただですね、実際これ使っているかというと、ぶっちゃけほとんど使ってないです。これですね、レザーバンドをあまり使っていない理由と似ているんですが、他のバンドと比較して若干重いのが理由ですね。見た目はすごく気に入ってるんですが、重さの部分で自然と他のバンド使うかと、優先順位が下がっていってしまってですね、結局あまりつけてない状態になってます。これバンドの話に限らないんですが、数年前までは機能性よりも見た目のデザイン第一というような、僕はタイプだったので、もしその頃の自分が使うとしたら、このミラネーゼループとかレザーバンドが中心になるような気がします。あくまでですね、個人的な価値観なので、使用頻度はこれ低くなってるんですけれども、ダメなバンドというわけでは全くないので、おすすめできますかっていうと、気軽に試せるおすすめなバンドかなと言えます。はい、では続いてはですね、こちらのスポーツループになります。これは純正のナイキスポーツループのブラックですね。現在デザインは若干違うものの、ナイキスポーツループに関しては 6,800 円で販売されているようです。このバンドの特徴はサイズ調整の柔軟さと軽さ、肌触りの良さですね。他のバンドのようなバックルの部分に関してはこういう感じでマジックテープになっていて、これでバンドを留める形式になっているので、自分の好みの位置でバンドを留めることができます。この素材がナイロンというところもあるので、他のバンドと比較するとかなり軽いっていうのもいい点だと思ってます。また素材ならではの肌触りというのも良くて、金属であったりとかレザーが肌に当たっているよりも自然で快適な装着感です。
寝る時に睡眠トラッキングとかをしたい場合はこのバンドとか、あとはシリコン製のバンドを使うのがおすすめかなと思ってます。つけてみるとこんな感じですね。スポーツループは通常ポップな色味というか明るめの色が多いんですけれども、ナイキバージョンだとブラックなどの落ち着いたものもあるので、目立つ色が苦手な方はナイキバージョンを買ってみるのはおすすめです。で、あえて気になる点を挙げてみると、数ヶ月間毎日ですね使っているとマジックテープの接着力が若干落ちてきてしまうことかなと思います。これに関しては人によっては気になるかもしれないんですが、しっかりと接着している状態ですし、途中で外れてしまうような心配も皆無なので、使用上全く問題ないかなと思いますし、実際これ使ったほとんどの方が気にならないというところかなとは思います。あとこのバンドのトピックスとして、他にはですね、以前動画にした時に話したことなんですが、メンテナンスの点に関してです。ナイロンなので丸洗いはできるんですけれども、洗ったことによるよれが気になるんじゃないかというふうに以前の動画では僕は話してました。で、それに関しては、現在も結局検証ができてなくて、現状はアルコールシートとかで拭いてしまってます。マジックテープ部分を拭こうとすると、引っかかってしまうので、あまり良いやり方ではないのかなとは思ってるんですが、他のナイロン部分は他のバンドと同様にシートでの拭き取りは問題ないかなという感じです。何回も拭いているんですけれども、色が褪せてしまうとかバンドの品質が劣化するといったことは感じられません。他の弱点としては、見た目でしょうか。ナイロンなので他の金属製やレザー、シリコン製のバンドの中でも一番正直安っぽく見えてしまうかなとは思います。これに関しては先ほど話した内容と重複しますが、落ち着いた色味を選ぶことである程度は回避できると思います。そもそもスポーツループはカジュアルで明るい色味を楽しめるのが魅力のバンドではあるので、落ち着いた見た目を求めるのはちょっと限界あるかなとは思うんですけれども、繰り返しになりますが、このナイキのスポーツループに関しては落ち着いたカラーもあるので、ぜひ店頭で見てみてください。おすすめしたい方としては、これも繰り返しにはなってしまうんですけれども、自分の腕のサイズに合うバンドがなかなかないといった方であるとか、あとは軽いバンドがいい方、あとはつけていて疲れにくいバンドというのが、マッチする方になるのかなと思います。で、使用状況としてはこれが一番使っているバンドになります。バンドの軽さもいいですし、肌触りいいですし、さらに自分の腕のサイズに合わせてぴったり装着できて、個人的には最高のバンドです。ナイキ版の見た目もすごく気に入ってますし、ブラックのカラーも落ち着いていて服装を選ばないので相当使いやすいです。使用頻度はかなり高いんですけれども、バンドの劣化も目立つようなものはないですし、ナイロンだからすぐよれて劣化してしまうということもないです。自分の持っているアルミの Apple Watch の本体にも素材感はマッチしているように感じますし、とにかくこのバンドは大好きです。はい、続いてですね、こちらソロループですね。現在の価格は6800円です。これは実店舗である Apple Store で買いました。特徴としてはこういったバックルのないデザインでバンドを伸ばすようにして腕に装着するという点ですね。なので購入時にサイズを事前に計測してから購入するというフローが必要になります。良い点としてはバックルが腕に当たらないというところがすごく快適で、装着の仕方もですね、最初はちょっと、手間取るんですけれども、慣れるとすごく簡単につけれるようになるので、すごくそこがいいです。素材はシリコン製なのでお手入れもかなり簡単で、汗をかきやすい夏にはとても使いやすいバンドになってます。気になる点で言うと、使用しているうちにですね、どうしても伸びてきてしまうことでしょうか。スポーツバンド、最初に紹介したこちらのバンドですね、こっちよりも伸びやすいです。というのも、もともとこれ引っ張ってつけるような形になるので、引っ張る回数が多いというところと、それを前提に作られているので、もともとですね、素材がこっちのスポーツバンドよりも柔らかくなってるんですよね。そういったところもあって伸びやすいっていうのはあるのかなと思います。これに関しては仕方がないので、購入時はですね、少し小さめのサイズを買っておくのもいいのかなと思います。個人的には Apple のサイズ計測用のツールを使った時にジャストサイズから1つ下のサイズを購入したんですけれども、購入時はちょっときつめで、半年ちょっと経った今では少し余裕があるくらいのサイズになってますね。で、このバンドなんですが、使用頻度の話でいくとスポーツループの次に使っているバンドになりますね。肌触りの良さ、メンテナンスの簡単さ、あとはこのカラーもですね、気に入ってます。去年の6月頃に買ったんですけれども、梅雨の時期から夏にかけて頻繁に使ってました。じゃあ秋からはどうなのっていうと、先ほど話したですね、スポーツループをほぼ毎日使っているので使わなくなった感じですね。スポーツループ夏に使わなかったのは、汗あんまり染み込ませたくなかったなというのもあったので、その時にこのバンド一番活躍してました。
今年もまた暑い時期になってきた時には必ずこのバンドをがっつり使う感じになるのかなと思ってます。はい、今回は僕が使っているバンドの紹介と長期で使った上での感想など、混ぜながら話してきました。Apple Watch 本体を購入するときについてくるバンドでも十分楽しめている方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、いろんなバンドを試してみるのも結構ハマるのでおすすめです。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上になります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。